Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今は日本に留学できなくなってしまった人や、日本での仕事がキャンセルになってしまった人もいると思います。例えば、この前卒業した人は、卒業前に日本に留学行きたかったのに行けなかった。もうすごくアンラッキーな人生だって思う人もいるかもしれません。実は僕もある事情があって、皆さんのように人生のプランが止まってしまったことがありました。その時は辛くなってずっと家の中に引きこもってしまうこともありました。友達もなんかディズニーとか連れてってくれようとしてすごく励まそうとしてくれたんですけど、それでもちょっと心が普通になるまでにはすごく時間がかかりました。まあそういうこともあったし、また僕自身も今回コロナでスペイン語の留学がキャンセルになりました。でも昔家にずっと引きこもっていた時にもうたくさん本を読んで、たくさん自分でいろいろ考えて、ある答えにたどり着いたんですよ。それを今でもずっと持っていて、この考えがなかったら YouTube も始められなかったと思います。ですので今日は、今日本に来れなくて苦しんでいる人たちが、どうやったら明るい道が開けるかを一緒に考えたいと思います。最初に僕がたどり着いた答えを言います。それは、過去は変わるということです。ちょっと誰？今嘘って思った人、手挙げて。例えば高校時代にすごく厳しい先生がいたとします。その生徒の A 君はいい大学に合格していい職場で働いています。多分 A 君は先生に先生のおかげでいい人生ですという風に言います。一方 B 君は厳しい勉強の環境の中ですごくストレスが溜まって大学受験に失敗してしまいます。その後ももうこんなに厳しいの嫌だと言って仕事をしないで家でニート生活をして毎日ゲームをしています。多分 B 君は先生にもうあの先生のせいでもう人生最悪だって言うと思います。簡単ですね。 A 君は先生のことを好きじゃないかもしれないけどありがとうと思っている。もう B 君は先生のこと大嫌いでもう毎日ずっと恨んでいます。じゃあ少し時が経って B 君は家でずっとゲームをしているうちにたまたま参加した大会で優勝してそれがきっかけとなってプロゲーマーになることができました。一方 A 君はコロナのせいで会社の成績がどんどん悪くなってその後倒産してしまいます。そんな時仕事がなくなった A 君は B 君がプロゲーマーになったことを聞きます。この時 A 君はなんて一生懸命勉強やった俺がこんなんで B 君みたいに遊んでいるやつがお金もらって俺よりいい生活してるんだよっていう風に思います。そして A 君は厳しい先生が勉強だけじゃないっていうことを教えてくれなかったことにだんだん不満を持っていきます。逆に B 君はプロゲーマーになった後にあんなに毎日恨んでいた先生のことをあまり気にしなくなってきました。もう皆さん分かってきたんじゃないですかね。過去にあった事実は確かにあるんですけど A 君も B 君も今の自分に満足しているかどうかで過去の考え方が変わってきましたね。つまり僕もずっとそう思っていたんですけど過去の自分が今の自分を作ってるんではなくて今の自分が過去を作っているんです。皆さんが過去もしくは今すごく嫌なことがあってしかもそれは自分の力ではどうにも変えられない時もうできることは一つだけです。将来の自分が満足するように今何かをすることです。今の自分の状態が結構満足しているとすごく嫌だった過去もあまり気にならないようになってきます。では次にそれを使ってどうやって僕は嫌だったことを乗り越えたか伝えたいと思います。正直僕はさっきの話で言うなら最初は A 君でした。医学部って入るのが難しくて何年もテストを受けたり入った後もテストが難しくて次の学年に行けなかったりそういうストレートに行く人はあまりいないのでなんかちょっとステータスみたいなのがあります。でも確か3年生になる時にある日大学から急にあなたは3年生にはなれませんっていうメールが来ました。どうやら1年生の夏休みの時に英語の単位がもらえるからイギリスに行こうみたいなプロジェクトに参加してもらったはずの英語の単位は英語の単位あげるって言ったけどそれはあなたには必要のない英語の単位だよっていうことでした。ですので僕は必要な英語の単位が一つ足りなくて3年生になれませんでした。この時パンフレットには英語の単位しか書いてないし必要ないならなんで俺におすすめしたの？そのプロジェクトは10人いないと実行されないので
それだからそんなこと言ったのとか、あとは TOEIC のいい点数を持ってると英語の単位がもらえるので、じゃあ僕も使いたいって言ったら、もうタイムオーバーですっていう風に言われました。なんでそうなる前に僕にあなたこのままだとやばいですよってメールくれなかったのって思って、それを聞いた時も、そこまで生徒の面倒見れませんって言われてたけど、生徒の人生より大切なのって何？ 1 年間時間あったよねとか言いたかったんですけど、もうそれがきっかけでちょっと人を信用できなくなりました。もう人生プランも壊れたし、僕が悪かった部分もあると思うんですけど、そんな全ての責任を僕だけに押し付けて知らないっていうので、ちょっと信用できなくなりました。もう結構その時絶望的で、ずっと家の中に引きこもっていました。なんか苦しいんですよね。なんかまず朝起きるとすごく心が重くて、なんかその時はもう何もしてなくても苦しいんですよね。ご飯食べてる時もテレビ見てる時もなんかすごく集中できないし、気持ち悪いな、辛いなっていう気持ちだけが残りました。でもこのままだと壊れると思って、もういろんな本を読んで、あとは自分でどうやったらこの気持ちがなくなるかを考えていました。で、ある日ふとイギリスの病院に行った時に、病院の先生がすごく優しかったのに、その時あまり英語できなかったので、言語がわからないだけでこんなに怖いんだっていう気持ちを思い出しました。それでもともと4年生くらいに留学したいなって思ってたんですけど、それを早めて、じゃあこの1年を興味のある言語勉強に使おうというふうに決めました。それをその時長く付き合っていた彼女に話したら、それいいねっていうふうにすごく応援して支えてもらったので、そのおかげもあって留学ができました。そして台湾へ留学へ行き、中国語が話せるようになって、いろんな素敵な友達とも出会えて、人もすごく信用できるようになってきました。そしてそんな時にそれから少しして彼女と別れました。その時は気持ちは大丈夫だと思ったんですけど、なんか全然夜も眠れなくて、ご飯も結構美味しくなくて、しかも他の人から見たら彼女に振られた1個下の学年の人ってなってるので、まあいい感じではないですよね。でもその後自由な時間が増えて、当時の安倍元総理が国民に10万円を配ったので、それを使ってカメラを買って YouTube を始めました。そして今はチャンネルも大きくなり、皆さんとこうして話しています。今から見ると、その学校のことも前の彼女のこともすごく悪かったことだったのに、むしろ良かったかなって思えちゃうくらいまで過去が大きく変わりました。それは僕が今すごく満足しているからだと思います。ここで勘違いしてほしくないのは、悪かったことが全部良くなるよって言ってるのではなくて、もうそのことを毎日考えて嫌だったのに、それが気にならないで毎日幸せを感じて前に進むことができるようになるよということです。今皆さんがすごく苦しいのはよくわかります。でも日本語を勉強することが将来の自分が喜ぶなって思ったんだったら、それは今日本語を勉強するべきだと思います。ここも勘違いする人がいるかもしれないんですけど、もし日本語はもう完璧だから勉強してもあまり変わらないよっていう人がいたら、自分のやりたい仕事のサポートになるようなことを学んでみるとかでも全然いいと思います。僕の場合は将来医者になった後に言語を使えたらもっといろんな人が助けられるなと思ったので言語を選びました。僕は本当に皆さんの今の辛い気持ちが少しでも軽くなることを願ってます。将来のあなたのために今できることを少しずつ始めてみませんか？この動画にいいねと、他に17言語字幕があるので、もし困っている友達がいたらシェアしてください。皆さんありがとうございました。